こんにちは、滝です。今日は日本語はわかるのに話せない理由について話していきたいと思います。みんなも多分一度はこの経験あると思うんですけど、僕も英語を1年以上勉強してるんですけど、全く同じ経験をしたことがあって、で、その経験の中でね、気づいたことっていうのが何個かあるので、それについて話していきたいと思います。話せない理由っていうのが2つあります。1個目がちょっと難しい言葉なんですけど、回路ができてないことっていうのと、もう1個が心理的にブレーキをかけちゃってるっていうことなんですね。で、そもそも聞くことと話すことっていうのは全く別のスキルというか、聞くっていうのはまず受け取る作業なんですね。相手が作った文章とかを、理解するような作業なんですけど、話すっていうことは自分で作る作業になります。だから聞けるから話せるっていうわけではなくて、全く別のことをしてるんですね。だから知識があることと話せることっていうのは全く別の話になります。で、話すときにちょっと考えてほしいんですけど、3つのことを同時にやっています。これは何かっていうと、まず1個目が何を言うか決めること。で、2つ目が日本語の言葉と文法で文を作るっていうことですね。3つ目が口に出して発音する。だから話す内容を考えながら文法も作って単語を作って発音しないといけないから、思ってるより難しいことをみんなしてるんですね。日本語が上手な人とか話せる人っていうのは、この日本語の言葉と文法を作るっていうところと、あと口に出して発音するっていうところが自動化されてるから、何を言うか考えるってだけでもうすぐに言葉が出てくるんですね。だから自分の国の言葉はもう何を言うか考えるだけですぐに口から出てくるっていう状態になってます。で、みんなが日本語を勉強するときはこれをしないといけないんですね。で、これが1個目の回路を作るっていう話なんですけど、2個目が結構重要で、怖いとかそういう感情からブレーキがかかっちゃって喋れないっていうのが結構多いと思うんですけど、うまく言えなかったらどうしようとか、間違えるのが恥ずかしいとかあると思うんですみんな。で、この2つとも、経験したんですけど、それぞれ違う形で僕は解決することになったんですね。それを今から話すんですけど、まず半年間フィリピンに英語を勉強しに行ったんですけど、ほとんど何にも喋れない状態で行って、先生が言ってることもほとんど何にもわかんなくて、それに加えて、話したいことも何秒か考えて、やっと口から出てくるみたいな状態からスタートだったんですけど、沈黙とかそういう空気が流れるじゃないですか。僕が黙って考えてる時とか。もうそれもすっごい怖くて、最初は。だから話すのも怖いし、先生が何を言ってるか分かる時も、自分で何か言おうって思った時も考えてから何秒か考えて喋んないといけないから、僕はもう回路もできてないし、純粋に怖いっていう気持ちもあったから、両方あったんですね、最初。でも、この心のブレーキというか、怖いって思うことがなくなった出来事があって、それは、ルームメイトのおかげなんですけど、僕の部屋、サウジアラビア人の子と、日本人の子と台湾人の子4人で、学校の寮みたいなとこで住んでたんですけど、そのサウジアラビア人の子と日本人の子がもう本当にすごくて、何にも怖がらないんですよ、その2人。僕と同じぐらいかちょっと上手かなぐらいの英語力なのに、二人とももう誰にでも話しかけたりとかするし、全然怖がってる様子もないし、友達もめっちゃいるんですよ。先生とも仲いいし、もうサウジアラビア人の子とかは、あんまり授業も行かないのに、授業に出た時はめっちゃ質問とかしたり、なんかよくわかんない子だったんですけど、めっちゃいい子なんですけど、その子たちを見て僕は、なんかかっこいいなと思って。間違えるのって恥ずかしいなとか、そういう風に僕は思っ
ってたのもあったし、怖いっていう気持ちもあったんですけど、自分も頑張ろうというか、その時恥ずかしいっていう気持ちがなくなって、自分も話してみようって思ったんですね。だからそのルームメイトたちに僕はブレーキを外してもらったというか、恥ずかしいと思ってたことが恥ずかしくないんだよっていうことに気づかしてくれたんですね。そこから数ヶ月経って、土曜日と日曜日以外は授業が結構あるので、どんどん毎日喋っていくわけじゃないですか。その中で怖いっていう気持ちは本当になくなっていって、半年間行ってたんですけど、フィリピンは。話す瞬発力も上がりました。で、その後また怖くなる出来事があったんですね。それはフィリピンから帰ってカナダに行った時なんですけど、カナダに行った時は別に何も怖くなかったんですね。半年間フィリピンにいたし、普通に大丈夫でしょって思ってたけど、カナダ人の英語がすっごい早いんです。早いというか、同じその文法とかでも発音が全然違うくて、全然わかんなかったんですね。で、特に書類の手続きみたいなのをしに行った時に、受付の人が言ってることがあんまりわからなくて、ちょっとゴタゴタしちゃった時にちょっと怒ってたんですよ。その受付の人がね。その時に自分が言いたいことは言えるのに、相手が何言ってるかわからないってなって、それ新しい怖さが出てきたんですね。僕はその時、聞けるけど話せないじゃなくて、話せるけど聞けないっていう状態になっちゃって、フィリピンに英語力がほとんどゼロの状態で行った時と同じような感覚、ちょっと怖いとか、全然わからないっていうのが、一から振り出しに戻ったような感覚があったんですね。しかも半年も勉強したのに、まだわからないことがこんなにたくさんあるんだと思って、その挫折感とかもあったし、またそこでちょっと怖いなっていう感情が出てきちゃったんですね。で、これもその後自分のブレーキが外れる瞬間っていうのがあって、すごい不幸な出来事だったんですけど、僕が何かしたわけじゃないんですけど、事件に巻き込まれちゃって、事件であったことを話さないといけない状況になったんですね。警察の前で。その、その事件が起きる前までは僕はずっとその受付の人に変な顔されたっていうのが悔しくて、ずっとリスニングの勉強をしてたんですよ。それをやってたんですけど、事件に巻き込まれたから、あったことを全部喋らないといけないし、話さないといけない状況に追い込まれたわけですよね。それを喋りながら気づいたことがあって、もちろんリスニングの勉強してたんで、聞き取れる量も増えてたし、ほとんど何言ってるか分かったんですね。で、なぜか発音も良くなってて、久しぶりにちゃんと喋ったのに。で、スラスラ言葉が出てきたんですよ、その時。多分今までで一番喋れた。あの時が多分一番スラスラ言葉が出てきた瞬間だったんですね。なんでかなって思ったけど、怖いとか完璧とか、そんな言ってる場合じゃないから、話さないといけない状況になれば、話せるんだって気づいたんですね。よくよく考えたら、話す勉強もフィリピンでみっちりやってきてたし、だから、その受付の人にちょっと変なことを言われて、ちょっとイライラしてる感じ出されて、ちょっと怖いなって思い始めただけで、受付とかするときはちょっといつもと違うような言葉が出てきたりもするし、普通にその後生活してた分にはあんまりわかんないことなかったから、実際ね、自分で思い込んでただけだったんですね。その時話せないって、話すのが怖いって思ってただけで、それでその時に自分の思い込みってこんなに自分を話せなくするんだっていうことに気づいたんですね。だからみんなも多分話せないって思ってる人の多くは実は話せると思うんです。話せないんじゃなくて、話さない状態になってるだけ。話さなくてもいい状態になってるだけだと思うんですよ。僕はだからフィリピンにいた時もカナダにいた時もそうだった。すごく初心者の時も話せなくても英語力がなくても話すことはすごいかっこいいことだって思ってからどんどん話せるようになっていったし、
自分が思っているよりも話せることに気づきました。その初心者の時から思ったんですよ。だからみんなも絶対そうだし、カナダはもちろん、そう怖くて自分でブレーキをかけてたけど、その話さないといけない状況、ちょっと良くない、僕にとってはあんまり良くない出来事だったけど、何にもしてないのに。だから、本当に話せない状態なのかっていうのをみんな考えてほしいんですよ。話せない状態っていうのと、自分に実力がない状態っていうのは全然違うので、自分が今どっちの方なのかっていうのをよく考えてみてほしいです。どっちかなって思ったら、自分の好きなことについて一人で喋ってみてください。僕もフィリピンの先生とサッカーの話になったことがあって、その時すごいもう自分が好きだから伝えたいと思っていっぱい喋れたんですよ。そしたら先生にいつもよりすごい上手だねって言われて、だから本当に喋ろうと思えばそれぐらいいけるんですよ。自分で、分かってない可能性が高いし、僕もその経験があったから気づけたけど、話してない状態を作ってるだけなんですよ。自分でそのブレーキをかけちゃってるんですよ。無意識にね。みんなが好きなことについて一人でリラックスできる空間で話せる、たくさん話せたんだとしたら、それは実力のせいじゃなくて、みんなが怖いって思ってるだけなんですね。どうやってこのブレーキを外すのかって思った人いると思うし、だから勇気を出して話そうっていうのは簡単なんですけど、そんなのみんなわかってるよって思うと思うんで、ちょっと具体的に喋ろっかなって思うんですけど、一番いいのが、話さないといけない環境に入ることですね。自分の意思で怖さを克服するとかよりは、もう環境に力を借りてしまうっていうのが一番僕はいいと思います。僕も英語力何にもない状態からフィリピンに行ってもう話さないといけなかったし、カナダもなんか勉強しなきゃって思ったし、事件に巻き込まれた時も強制的にね、喋らないといけなかったわけじゃないですか。だからみんなも環境を変えてみることがいいと思います。例えばオンラインレッスンを予約してみるとか、一気にもう決めたらすぐ飛び込んでみるっていうのが恐怖とかブレーキを外すコツなんだと思います。で、もう一個大事なのが、そっちが理解してくださいってマインドで挑むこと。あなたは日本人だから、もう僕が言ってること、私が言ってることを理解してねって。完璧な日本語じゃないけど、理解してくださいよぐらいのテンションで喋ると、すごく話せるようになります。僕もなんかさっき話したルームメイトを見て、あ、そんぐらいでいいんだって思って、理解してくださいぐらいのテンションで喋ってました。自分がね、覚えてるありったけの単語とか文法で喋って、あとはもう理解してねっていう感じで、自分ができることは全部やったけど、それでも伝わらない時は、それからはもう先生に任せますみたいな感じでやってたら、自然になんか恐怖がないから喋れるようになっていくし、結構みんなもそういうテンションぐらいでやっていいと思います。僕はそうやってるし、これをやると全然怖さがなくなるのかな。なんか喋るの楽しいってなるんで、みんなもやってみてください。で、低いレベル低いレベルでも会話ってなんとかなるんですよ。全然喋れない時も僕友達いっぱいできたし、フィリピン行ってた時も他の留学生も何にも喋れない、ほとんど喋れない人いたけど、別に簡単な単語で友達になれるし、友達とか作ったりして話してると全然会話って怖いもんじゃないんだなっていうのに気づくと思います。そんなにね、難しいことは喋れないけど、だからチャレンジする数が足りないんだと思うんですよ。話すのが恥ずかしいとか怖いみたいな人は、話せば慣れていくというか、恐怖は少なくともなくなっていきます。心のブレーキみたいなのが外れたとして、その口から出てこない人、怖いんじゃなくて、回路が作れてない、話す筋肉が作れてない人はどうしたらいいかって言ったら、自動化できる文章をたくさん増やすことなんですね。自転車の乗り方を覚えたら、
もうペダルの動かし方とか考えることないじゃないですか。だからもうそれと一緒で、具体的な方法やったら、同じフレーズを何回も繰り返して言うことっていうのがすごいいいと思います、僕は。僕は英語勉強するとき、このフレーズいいなって思って使いたいって思ったときは、もう何回も何回も同じ文章を繰り返して言ったり、あと自分で例文を何個か作ってそれも言ってみたりとかしてました。そしたら、口から出てくるようになるんですね。不思議なことにね。で、あとは、シャドーイングね。聞こえてきた日本語をすぐ真似して口に出していくっていうやつなんですけど、これを何回もやってたら、音声が自動化されていくんですね。あとは独り言もいいかもしれないです。部屋の中でこれについて喋ろうって思ったら完璧じゃなくてもいいから、一人でそれについて1分とか2分喋る練習をしていくと、話す筋肉が一人でも鍛えられるんで、大事なのは正しい文章で喋ろうとしなくていいです。最初はもう、とにかく口から出す練習を僕はした方がいいと思ってて、結局怖いと喋れないし、もう最初から完璧にできるわけがないので、まずはどんどん喋った方がいいと思います。ずっとインプットばっかりしてた人は、その話していかないと一生喋れるようにはならないんで、もちろんインプットの方が僕は大事だと思うんですけど、僕はその最初に喋ることを大量にやってきたので、インプットの方が大事だなって気づいたけど、話せるようになりたいんだったらアウトプットもすごい大事なんで、話す練習をやってみてください。とにかく今から行動してみるっていうことが大事だと思います。オンラインレッスン予約してみるでもいいし、もう留学に行ってみるとか、日本にワーキングホリデー行ってみようとか、そんなんでもいいし、何でもいいから行動してみると、こんなことで悩んでたんだとか、あ、これが原因で話せなかったんだって気づくんで、僕はもう動いた後に全部気づいたんで、最初の一歩が一番ね、難しいと思うんですけど、そこは勇気を振り絞って何か行動してみてください。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。